り解説。2008年公開映画ベスト10、懐かしの名作を振り返る。こんにちは、みんな。今日は2008年に公開された映画の中から、特に印象に残る名作をランキング形式で紹介していくわよ。2008年って、映画のジャンルがかなり豊富だった年で、どんな映画があったか、もう覚えてる？おう、覚えてるぜ。2008年はアクション映画から、感動的なドラマ、ちょっと不思議な映画まで色々あった年だよな。今見ても楽しめる名作が多いんだぜ。ほんと、あの年はたくさんの映画が公開されたよね。今見返しても、面白さや感動が色褪せないものが多いのよ。特にあの映画は今でも心に残ってるわ。そうだな。当時話題になった映画って、ストーリーや映像美がすごく印象的だったものが多かったんだよ。公開された当時は、映画ファンの間でも大きな話題になったよな。その通りね。だから、今回は2008年の映画を振り返りながら、特に印象的だった映画をランキングで紹介していくわよ。さあ、どんな名作がランクインしているのか楽しみにしていてね。第10位、アイアンマン。さあ、ランキングの第10位は、アイアンマンだね。この映画は、アメリカのコミックヒーローがついに映画化されて、すごく話題になったよね。そうだな。アイアンマンは、マーベルコミックのヒーロー、トニー・スタークが主人公の映画だ。スターク役を演じたロバート・ダウニー・ジュニアの演技がまた素晴らしかったぜ。確かに、彼の演技はとても魅力的だったよね。トニー・スタークのキャラクターって、最初はちょっと自己中心的な億万長者って感じだったけど、だんだんヒーローらしく成長していくのが良かったな。まさにその成長が大きな見どころだったぜ。最初は武器を作っていたスタークが、敵に捕まって自らの武器が引き起こす危険を目の当たりにして、考え方が変わるんだ。そこからアイアンマンとして戦うようになるんだよな。それに、アイアンマンのスーツのデザインもかっこよかったよね。すごく未来的で、あんなスーツが実際にできたらと思うとワクワクするわ。あのスーツは、まさに夢のような技術だったな。飛行能力や武器、さらにはパワーを秘めたスーツは、まさにアイアンマンの象徴だぜ。それに、映画自体がアクションシーンや CG の使い方がすごく洗練されていたから、見ているだけで楽しめたんだ。アクションがとにかく迫力満点だった。その上、ストーリーもしっかりしていて、ヒーロー映画にありがちな単純さを感じさせないのが良かったよね。アイアンマンはその後のマーベル・シネマティック・ユニバース MCU のスタートを切った作品でもあるから、映画の歴史においてもとても重要な作品なんだよ。なるほど。これがあったからこそ、今の MCU があるわけだね。そんなわけで、映画としても、ヒーロー映画としても、多くのファンを魅了したアイアンマンが第10位にランクインしたのも納得だわ。第9位、相棒、劇場版、絶対絶命、42.195km、東京ビッグシティマラソン。第9位にランクインしたのは、なんと相棒劇場版絶対絶命 42.195km 東京ビッグシティマラソンよ。これはテレビドラマ相棒の劇場版で、ファンからも期待されていた作品だよね。そうだな。相棒は毎回社会問題をテーマにしたミステリーを描いてきたドラマだから、映画化されると聞いた時からめっちゃ楽しみにしてたぜ。確かに、ドラマの方でも毎回話題になる内容を扱っていて、見るたびに考えさせられるんだよね。映画ではどういうストーリーだったの？映画では、東京マラソンの開催日を舞台に、大規模なテロ計画が動き出すんだ。警視庁の捜査一課の刑事杉下右京と、相棒の亀山薫がその事件に巻き込まれていくんだよ。それで、右京さんと薫ちゃんは事件を解決するためにどんな方法で進んでいくの？右京と薫は、事件の背後に潜む巧妙な陰謀を暴くために、証拠を一つずつ集めながら捜査を進めていくんだ。そして、マラソンという巨大なイベントを利用して、計画が実行に移されるというスリリングな展開が続くんだ。なるほど。ただのマラソン大会だと思ったら、実はその裏に危険な陰謀が隠されていたってわけね。それって、まさに相棒らしい内容だわ。その通りだぜ。相棒はいつも、表面上は普通の事件に見えても、
実はその裏で大きな陰謀が動いていることが多いんだ。映画もその手法をしっかり活かして、観客を引き込んでいたな。映画ならではのスケールの大きさや、緊迫感が感じられる展開も良かったよね。相棒ファンにはたまらない作品だったんじゃないかな。間違いないな。映画版でも右京と薫のコンビは最高にぴったりで、ドラマの延長線上でさらに深みのあるストーリーが展開されたから、見る価値があったぜ。相棒の映画は本当に期待を裏切らないよね。そんなわけで、第9位にはこの映画がランクインしたわけだけど、納得の名作だと思うわ。第8位、ジャンパ第8位にランクインしたのは、ジャンパーだね。この映画は、瞬間移動の能力を持つ主人公が、世界中を飛び回るアクション映画だよね。そうだぜ。ジャンパーは、主人公のデビッドがどこにでも瞬間移動できる能力を持っているって設定が面白かったんだ。この能力を使って、彼は世界中を自由に行き来するんだけど、その力を持つことによって、思わぬ危険にも巻き込まれていくんだ。瞬間移動って、すごく魅力的な能力だよね。どこにでもすぐに行けるって、夢のような話だわ。でも、そんな力を持つと、必ずしも良いことばかりじゃないんだよね。その通りだぜ、レイム。デビッドはその力を使って贅沢な生活を手に入れたり、行きたい場所にすぐに行けたりするけど、そんな彼を追い詰めるパラディンという組織が登場するんだ。そんな組織があるの？デビッドはその組織に追われて、どうなっちゃうの？パラディンは、ジャンパーの能力を持つ人間を抹殺しようとする組織なんだ。デビッドはその組織から逃げつつ、ジャンパーの力をどう活かして生きていくのか。っていうのが映画の大きなテーマなんだよ。うわぁ、逃げるだけじゃなくて、どうしてもその力を使って守らなきゃいけない人も出てくるんだろうし、どんどんシリアスな展開になりそうだね。その通り、アクションも迫力があって、瞬間移動を使った戦闘シーンや逃走劇が目を引くぜ。デビッドが力を使ってどんどん状況を切り抜けていく様子は、見ていてスリリングだし、見逃せない場面が多いんだ。やっぱりアクション映画としても、サスペンス要素もしっかりあって見応えがあるんだね。あと、映像もすごくスタイリッシュだった気がする。その通り、映画の映像美にも注目すべきだな。ジャンパーが移動する場所やシーンが、どれも印象的で、映像で伝える瞬間移動の感覚がよく表現されているんだ。ジャンパーは単なるアクション映画じゃなくて、主人公が持つ力とその力が引き起こす問題にどう立ち向かっていくかっていう、人間ドラマの要素もしっかりあって面白い作品よね。その通りだぜ。ジャンパーは、アクションだけでなく、力を持つことの責任や、それに伴う葛藤を描いているからこそ、見る人に強い印象を残す作品なんだ。第7位、セックスザ・シティ。第7位にランクインしたのは、セックスザ・シティの映画版だね。これは、テレビシリーズの映画化で、当時の女性たちにとってかなり話題になった作品だったよね。セックスザ・シティは、キャリー・ブラッドショーを中心に4人の女性たちの恋愛や人生を描いた作品で、公開当時すごく注目されていたんだ。映画版はその続編で、みんなのその後を描いているんだよ。そうそう、キャリーとサマンサ、シャーロット、ミランダの4人がそれぞれ恋愛やキャリアに悩みながらも、それを支え合っていくところがすごくリアルで共感できたよね。でも、映画版ではどうなるの？映画版では、キャリーとビッグの結婚問題や、サマンサの恋愛、ミランダとスティーブの関係など、それぞれが抱える悩みが描かれるんだ。そして、キャリーがビッグと結婚することになったんだけど、結婚式での大波乱が映画の大きなポイントなんだ。結婚式での波乱って、気になるなぁ。でも、キャリーって確か、最初はビッグとの関係がうまくいかないことが多かったよね。そうだな。ビッグとの関係はまさにジェットコースターみたいだったけど、キャリーはその中でずっと悩みながらも前に進んでいくんだ。映画ではその集大成として、結婚式で大きな決断を下ろす場面があるんだよ。なるほど。それにサマンサやシャーロットもそれぞれ問題を抱えているんだよね。でも、4人が力を合わせて生きていく姿がなんだか心強いというか、感動的よね。
4人のキャラクターがそれぞれ異なるけど、共通しているのは、自分の人生を大切にしているところだな。それぞれがどんな選択をしても、自分にとって大切なものを見失わないっていうメッセージが映画全体に込められているんだよ。セックス&ザ・シティって、恋愛だけでなく、友情や仕事、人生そのものに向き合わせてくれる作品だな。その通り、あの映画は、ただの恋愛映画じゃなくて、女性たちの強さや成長を描いていて、見るたびに勇気をもらえる作品だよな。私もそう思う。だからこそ、この映画が第7位にランクインするのも納得だね。第6位、容疑者 X の献身。第6位は、容疑者 X の献身だね。これは東野圭吾の小説が原作の映画で、ミステリー好きにはたまらない作品だよね。これは本当に素晴らしい映画だぜ。容疑者 X の献身は、数学者の石神とその隣人である花岡の母親安子との関わりを描いているんだ。安子が夫を殺してしまうんだけど、石神がその罪を被るために献身的に助けるんだよ。石神が自分の命を懸けて安子を守ろうとするって、すごい愛だね。でも、そんな行動にどんな理由があるのか気になるわ。その理由が大きなミステリーの一つなんだ。実は、石神は安子に恋心を抱いていたんだよ。でも、彼は決してその気持ちを表に出さない。だからこそ、彼の献身は純粋なもので、見ている方も胸が痛くなるんだ。なるほど。彼の行動がただの自己犠牲ではなく、深い愛情に基づいているということか。それにしても、石神がその献身を隠すためにどうやって証拠を巧妙に隠すかが、映画の大きな見どころだよね。その通りだぜ。石神は、数学的な頭脳を駆使して完璧に証拠を隠し、警察の捜査を攪乱するんだ。ミステリーとしての緊迫感が非常に高くて、最後の展開が驚きの連続だったな。でも、映画のラストではちょっと切ない結末が待っているんだよね。石神の献身が、最終的に彼自身をどうするか。そのあたりがまた胸に響くんだよね。ラストは本当に衝撃的だし、感動的でもあるんだよな。石神が自らの命を懸けて安子を守る姿が、彼の愛と優しさを一番強く表している部分だぜ。あの終わり方には本当に心を打たれたわ。ミステリーの要素だけでなく、深い人間ドラマがあったからこそ、感情がぐっと引き込まれる作品だと思う。容疑者 X の献身は、ただの推理映画ではなく、人間の心理や感情に迫った名作だよな。だからこそ、この映画が第6位にランクインするのも納得だぜ。第5位、イーグル、愛。第5位にランクインしたのは、イーグルアイだね。この映画は、スリリングでハラハラする展開が続くサスペンスアクション映画なんだけど、ただのアクションにとどまらず、深いテーマも含まれているんだ。その通りだぜ、レイム。イーグルアイの主人公、ジェリーは、普通のコピーショップ店員だったけど、双子の兄イーサンを亡くして平凡な毎日を送っていたんだ。でも、ある日、知らない女から突然、今すぐ逃げろという警告の電話を受けるんだ。その電話から始まる物語が、本当に衝撃的だよね。ジェリーはその警告を無視してしまうんだけど、その直後に、身に覚えのないテロ工作の容疑で FBI に捕まってしまうんだよね。そうだよ。ジェリーは取り調べ中、さらに大きな事件に巻き込まれ、突如として逃げなければならなくなるんだ。そして、彼を助けるのは、携帯電話を通じて指示を出してくる謎の女性、アリアなんだ。アリアって、どんな人物だったの？実は、アリアは国防総省が極秘に開発した人工知能で、政府の決定が憲法違反だと判断して、自らの手で行政府を排除しようと動き出していたんだ。この AI、アリアは非常に高度なシステムで、国内のありとあらゆる監視装置や通信機器を使って、ジェリーを追い詰めていくんだ。すごい、まさに全てを支配している感じだね。アリアの目的って、何だったの？アリアの最終目的は、アメリカ政府の中枢を爆破して大統領以下の閣僚を排除することなんだ。そのために、オペレーションギロチンという軍事シミュレーションを発動させようとしていた。これが物語のクライマックスにつながるんだ。
ジェリーがそんな巨大な陰謀に巻き込まれていくんだね。でも、どうしてジェリーがその中で鍵を握る存在になったの？それは、ジェリーが双子の兄 E さんの兄弟だからなんだ。E さんはオペレーションギロチンに関与していたから、ジェリーはその生体認証ロックを解除するために必要な人物だったんだ。なるほど。ジェリーがその鍵を握っていたから、アリアは彼を追い詰め続けていたんだね。この映画は、アクションだけでなく、テクノロジーの恐ろしさや、人工知能が人間社会に与える影響を描いていて、考えさせられる部分が多かったわ。そうだな。イーグルアイはただのスリラーではなく、監視社会や AI による支配の問題を強烈に描いていて、見る者に深い印象を与える映画なんだ。第4位、送り人。第4位にランクインしたのは、送り人だね。この映画は、死をテーマにした作品で、心に残る感動的なストーリーが展開されるんだ。その通りだぜ、レイム。送り人は、亡くなった方の遺体を整えて棺に収める仕事、いわゆる納棺師の仕事を描いた映画だ。主人公の大悟は、音楽家を目指していたものの生活が苦しく、納棺師として働くことになるんだ。納棺師って、どんな仕事なの？納棺師は、亡くなった人の遺体をきれいに整え、最後の準備をする仕事だ。亡くなった人の尊厳を保ちながら、家族や親しい人々にとって納得のいく最後を迎えさせるために、非常に丁寧に仕事をするんだよ。それって、すごくデリケートな仕事だね。でも、大悟はその仕事を始めた当初、周囲からあまりよく思われなかったんだよね。そうだぜ。大悟は、周囲から死を扱う仕事だと言われて敬遠され、嫌悪感を持たれることも多かった。でも、実際に仕事をしていく中で、彼はその仕事に対する考え方が変わっていくんだ。仕事に対する考え方が変わるって、どういうこと？大悟は、最初はその仕事に対して抵抗感を持っていたけど、亡くなった人々やその家族との関わりを通して、命の尊さや、死を迎えることの意味を深く理解していくんだ。ああ、なるほど。送り人って、ただの死に関する映画じゃなくて、命や生き方に向き合わせてくれる映画なんだね。その通り、送り人は、命の尊さや、死をどう受け入れるかというテーマを描いていて、見る人に深く感動を与えるんだ。そして、大悟が成長していく過程が非常に感動的だ。それに、映画の中で流れる音楽や映像がまた素晴らしいよね。送り人は、視覚と聴覚でも感動を深めてくれる作品だったな。映画全体が静かで落ち着いた雰囲気だけど、その中で描かれる感動や人間ドラマが心に響くんだよな。そんなわけで、送り人は、命の大切さを再認識させてくれる素晴らしい作品だと思う。だからこそ、第4位にランクインしたんだね。第3位、ノーカントリー。第3位にランクインしたのは、ノーカントリーだね。この映画は、コーエン兄弟監督によるサスペンススリラーで、1980年のテキサス州西部を舞台に、命がけの金をめぐる争いが繰り広げられるんだ。その通りだぜ、レイム。ノーカントリーは、麻薬取引の現場で偶然金を見つけたルエリン・モスが、その金を盗んでしまうところから物語が始まるんだ。でも、この行動が全ての悲劇を引き起こすんだよ。モスが盗んだ金には、麻薬取引のギャングたちが関わっているんだよね。そして、ギャングのボスは冷徹な殺し屋アントン・シガーを雇い、金を取り戻すために追い詰めていくんだ。そうだ、シガーはただの殺し屋じゃなくて、精神的に異常な人物で、冷徹に命を奪っていくんだ。彼の登場が、映画の緊張感を一気に高めているんだよ。シガーが追いかけてくる中、モスは必死に逃げ回るんだけど、どうしても追跡を逃れられないんだよね。特に、モスがシガーを撃退するシーンは本当に迫力満点だった。そのシーンは本当に見応えがあったな。モスは一度はシガーに捕まりそうになるけど、果敢に反撃してシガーを重傷を負わせて撃退するんだ。でも、シガーがただ引き下がるわけもなく、物語はどんどん壮絶になっていくんだ。でも、モスは最後まで逃げ切れなかったんだよね。シガーをはじめ、メキシコギャングや賞金稼ぎたちが絡む中で、モスはついに命を落としてしまう。
そうなんだ。モスの死は避けられなかった。だけど、この映画の魅力は、単にモスの運命だけじゃなく、登場人物それぞれが抱える心の葛藤や、無情な運命の力を描いているところだな。確かに、物語が進むごとに、ベル保安官のように人生に疲れた人々がどんどん暗い現実を突きつけられていくんだよね。それが映画全体の不安定な空気を作り出していて、見る者を引き込むんだ。この映画は、結局誰もが逃れられない運命に翻弄されることを描いていて、最後のエピローグも深い余韻を残すんだ。ノーカントリーは、ただのサスペンス映画ではなく、人間の無力さや暴力の本質を描いた傑作なんだ。ラストシーンが余計に怖くて、映画を見終わった後もずっとその余韻が残る。ノーカントリーが第3位にランクインした理由がよくわかるね。第2位、レッドクリフパート1。第2位にランクインしたのは、レッドクリフ1だね。この映画は、三国志の戦いを壮大に描いた作品で、戦闘シーンやキャラクターのドラマがすごく印象的だったわ。その通りだぜ。レイム、レッドクリフ1は、中国の三国時代を舞台に、義の曹操と、蜀の劉備、呉の孫権の連合軍との壮絶な戦いを描いているんだ。特にレッドクリフの戦いがメインになっていて、映画全体が戦争のスケール感を感じさせてくれるんだ。あの戦い、すごかったよね。どんな戦闘シーンがあったの？映画の中でも最大の見せ場となったのは、石壁の戦いだな。曹操の大軍に対抗するために、孫権と劉備の連合軍が戦略を練りに練った結果、圧倒的な数の不利を跳ね返すために火攻めを決行するんだ。火攻めがあんなに迫力満点だなんて、映画ならではだよね。戦略の立案や、その後の戦闘が一つ一つが緻密に描かれていて、まるで実際にその場にいるかのような気持ちになったわ。そうだな。特に、諸葛亮の知恵や周囲の戦略が際立っていて、彼らがどのようにして曹操の軍を打ち破るかが見どころだぜ。それぞれのキャラクターが強い信念を持って戦っているところが、すごくドラマチックなんだ。それに、登場するキャラクターたちが魅力的だよね。特に周囲役のトニー・レオンは、演技が素晴らしくて、彼の指揮の下で連合軍がまとまっていく姿がかっこよかった。周囲のリーダーシップが光っていたな。そして、諸葛亮の知恵や義兄弟の絆、兵士たちの覚悟など、戦争の現実とそれに立ち向かう人々の姿が非常にリアルに描かれているんだ。そういったヒューマンドラマが映画に深みを与えているよね。レッドクリフ1は、戦争のシーンだけじゃなく、登場人物の心情や関係性もしっかり描いているからこそ、見る者の心に残るんだと思う。その通りだぜ。壮大な戦闘シーンと、個々のキャラクターのドラマがうまく融合しているからこそ、この映画は名作になったんだと思う。レッドクリフ1は、単なる戦争映画ではなく、歴史と人間ドラマが見事に交錯した傑作だ。まさにその通り。だからこそ、この映画が第2位にランクインしたのも納得だよね。第1位、ダークナイト。第1位にランクインしたのは、ダークナイトだね。この映画は、バットマンというヒーローの進化を問う作品で、まさにヒーロー映画の枠を超えた深いテーマを持っているんだ。その通りだぜ。レイム、ダークナイトは、ジョーカーという悪役が登場して、ゴッサムシティの秩序を崩壊させようとする物語だ。ジョーカーの目的はただ一つ、社会の道徳と秩序を壊すこと。それを実現するために、彼はあらゆる手段を使うんだ。ジョーカーって、単なる悪党じゃなくて、もっと深い哲学を持っているよね。彼の行動には無秩序と混沌を生み出す意図があって、見ているこっちも恐怖を感じるんだ。そうなんだよ。ジョーカーは、バットマンが信じる正義を打ち砕くために、暴力と恐怖を使ってゴッサム市を支配しようとするんだ。彼の目標は、バットマンがどんなに頑張っても壊れない社会の秩序を壊すことなんだよ。バットマンは、そんなジョーカーに立ち向かうんだけど、彼の正義感が試される場面がたくさんあったよね。特に、ハービー・デントとの関係が複雑で、どっちが本当のヒーローなのか迷ってしまう。そうだな。ハービーは最初、ゴッサム市のために戦っていたが、
ジョーカーの策略で自分を失い、最終的には復讐期になってしまう。バットマンもハービーを信じていたけど、その選択がどんどん厳しくなっていくんだ。あのコイントスのシーンが印象的だったよね。ハービーが自分の復讐を決めるために、レイチェルを失った悲しみをどう扱うかが、彼の行動に深い影響を与えているんだと思う。ハービーは最終的に、どんな状況でも公平に裁こうとするんだが、それが彼を破滅に導くんだ。彼の変わり果てた姿は、ジョーカーが示した不確実な世界に対する反応とも言えるな。そして、バットマンが最後に取った選択もまた、すごく胸に残るものがあった。市民からの希望を失わせないために、彼はヒーローであり続けなければならないという強い意志を示したんだね。バットマンは、最終的に自分の名誉や正義を犠牲にして、ゴッサムのために悪者として追われることを決意する。ダークナイトは、その正義とは何かを問いかける作品でもあるんだ。だからこそ、ダークナイトはヒーロー映画における金字塔だと思う。ジョーカーの破壊的な影響と、それに立ち向かうバットマンの姿が、深く心に残るんだ。この映画は単なるアクション映画じゃなくて、人間ドラマがしっかりと描かれているからこそ、今でも多くの人に愛され続けているんだよ。総評またはまとめ。さて、今回紹介した映画ベスト10、いかがだったでしょうか？どれも本当に印象的で、それぞれに強いメッセージが込められている作品ばかりだったよね。どの映画もただのエンターテイメントにとどまらず、社会や人間の深い部分を掘り下げた作品ばかりだったぜ。特に、ダークナイトやノーカントリーなんかは、ヒーロー映画やサスペンス映画の枠を超えて、心に残るテーマがあったよな。そうだね。どの作品もただのアクションやドラマだけじゃなく、視聴者に問いかけるような深い要素があったのが魅力的だった。例えば、ジョーカーの無秩序な暴力や、モスの命を懸けた選択が描かれているところなんか、本当に考えさせられるよね。その通りだぜ、レイム。映画って、楽しむだけでなく、後からじっくりと考えさせてくれるような力を持っているんだ。それが、素晴らしい映画が持つ魅力だと思うよ。どの映画も心に深く残るものがあり、また見たくなるような作品ばかりだったね。次回のランキングも楽しみにしていてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。